アレクサンドロス大王の幼少期とアリストテレス。イントロダクション。アレクサンドロス大王は古代ギリシャのマケドニア王で、彼の幼少期と彼の教師であったアリストテレスについて、ズンダモンと四国メタンを通じて解説します。彼らの会話を通じて、アレクサンドロス大王の生涯と、彼がアリストテレスから受けた教育の影響について、理解を深めていきましょう。特に、アレクサンドロス大王の幼少期から成長期、そして彼が築いた帝国に与えた影響について詳しく見ていきます。アレクサンドロス大王の幼少期。アレクサンドロス大王って子供の頃はどんな感じだったのだ？アレクサンドロス大王は幼少期からとても頭が良くて、また勇敢さを示していたの。彼は10歳の時に野生の馬ブケファロスを手なずけたという話が有名よ。彼のこの物語は彼がどれほど勇敢で障害に立ち向かう決意があったかを示しているわね。その後、彼は父フィリッポス2世の下で厳しい軍事訓練を受けて、若くしてその才能を発揮したのよ。アリストテレスとの関係。アレクサンドロス大王はアリストテレスから学んだんだって聞いたけど、それは本当なのだ？その通りよ。アレクサンドロス大王は13歳から16歳までの間、アリストテレスから直接教育を受けたの。アリストテレスはアレクサンドロスに哲学、政治、詩について教えたの。これはアレクサンドロスが成人して自分の王国を統治する際にとても役立った教育だったと言えるわね。彼の教育はアレクサンドロスが広大な帝国を統治する基礎を作ったとも言えるわ。彼の教育は彼の思考方法を形成して、幼少期の頃からの彼の勇敢さと組み合わせて、彼が築き上げた帝国の基礎になったのよ。彼らの影響。アレクサンドロス大王とアリストテレスの関係ってどう影響したのだ？アレクサンドロス大王はアリストテレスから学んだ知識をもとに、彼の帝国を広げるための戦略を練ったの。それからアレクサンドロス大王はアリストテレスの教えを通じて東方文化を学んで、彼の帝国の中で文化の融合を促したの。これはアレクサンドロスが統治者としての洞察力と知識を持っていたことを示しているわね。彼の統治下で多くの文化が交流して新たな文化が芽生えたの。彼の影響力は彼自身の教育だけじゃなくて、彼の帝国全体にも広がっていったのよ。まとめ。アレクサンドロス大王の幼少期と彼の教師であったアリストテレスの関係は、彼が築いた帝国に大きな影響を与えました。アレクサンドロス大王の物語は、知識がどのように個人の生涯とその業績に影響を与えるかを示す素晴らしい例であり、我々にとって学びの多いものとなるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。